皆さんこんにちは、イグです。今回は特殊な手帳タイムをしていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。はい、特殊な手帳タイム。最近ね、昼夜逆転を直すために夜寝て朝起きるっていう生活をして1週間ぐらい続いてるんですよ。だけど昨日たまに1ヶ月に1回ぐらい朝まで仕事をしないと間に合わないっていう日がやってくるんですけど、昨日がそれだったんですね。で朝寝たんですけど、そのまま普通に寝ちゃったらまた逆転に戻っちゃうなと思って、寝不足を覚悟して朝寝て朝の時間に起きるっていうのをやったので、すっごい眠くて結局昼寝をしたんですよ。で今昼寝終わってからちょっと撮ろうと思ってたんですけど、最近ね、なんでか知らないんですけど夢見が本当に悪くって、しかも同じような夢なんですよ。でどんな夢かっていうとね、パーって説明しにくいんですけど、ロイヤルと夫が離れていくみたいな夢。ロイヤルに関してはもう逃げちゃったりとか死んじゃったりとか、そういう離れていくっていう感じで、夫に関しては浮気一択ですねであまりにも同じ夢ばっかり見るから、なんでだろうと思って夢占いを見たんです。皆さんは夢占いとか見ますか？ネットでね簡単に見れるような、そんなに本格的なものじゃないかもしれないんですけど、たまにねこういう変な夢を見るとね、私は見るんですよね。で前に誰か職場の人かなに夢は見た方がいいって言われたことがあって、でそれは日常で感じていないストレスを発散するために夢って見るものだから、夢を見ないで眠剤とか飲むと夢見ないことが多いんですけど、夢を見ないで寝てるよりも夢を見た方が心の均等が保たれるんだよみたいなことを聞いたことがあるんですけどね。で最近はなぜか眠剤飲んでるんですけど、なぜか夜寝て朝起きるっていう周期にしたら、朝方トイレに起きることがほとんど毎日で、朝寝て昼起きるだったらそんなことなくて夢も見ずに爆睡してるんですけど、昼夜逆転を直そうとしてると眠りが浅いのか一旦トイレに起きるんですよ。で眠りが浅いからやっぱ夢を見やすいのか、そういう夢を見ることが多くなって、それが嫌な夢ばっかりっていうね。でね、パートナーの浮気とかそういうのに関しては直接的な現実でもそうなってるとかそういうんじゃないらしくって、なんだろうな、大切な人が離れていくみたいな夢は、現実では人間関係ってなんか恐れていることがあるみたいなことが書いてあって、すごい心当たりあるからなるほどねって思ったんですけど、なんでそのまま夢にならないんだろうね人間関係でうだうだしてるんだら、それを夢にしてさ、その人と思いっきり殴り合いの喧嘩したとか、そういう夢の方がすっきりするはずなのにね、なんで大事な人がいなくなる夢に切り替わっちゃうんだみたいな。でもうぐったりですね、起きてから。いつもこうです。昼寝だったからとかじゃなくて、この夢を見ると朝起きた時にはもうこんな感じ。もう最悪っていうかおはようが全然爽やかじゃないっていうね感じです。で夢の中って早く走っても走れなかったり、泳いでも進めなかったり、叫んでも叫べなかったりっていうのありますよね。それで私は夢の中でね、夫が浮気してるからもう怒りの感情がすごい爆発してめちゃくちゃ叫んでるんだけど叫べなくて、それにまたイライラしてるっていう状態でした。ちょっとねテンションが低い手帳タイムになるんですけど、皆さんにも夢で大変だったんだなと思っていただければと思います。現実世界はね、人間関係ってそう簡単に今すぐどうこうできることじゃないから、しばらく耐えるしかないかなっていう感じね。
疲れが溜まってるからそういう夢を見るんですよって書かれたら、じゃあ疲れないようにいっぱい寝ようとかできるけど、人間関係って言われたらね、その関係をじゃあやめますってできるわけないから難しいなと思いつつ、今日の手帳タイムをしていきます。で、朝まで仕事をしてて朝起きたので、今日も今日中に納品しなきゃいけない仕事があって、朝起きてからやらなきゃいけなかったんです。だからちょっと手帳タイムとか撮影してる場合ではなくてとりあえず納品してから撮影しようって思ってたんで、その朝書くデイリーとかそういうものはもう書いてしまったので、今書くものがないっていう状態なんで、いつもやらない手帳タイムをやろうかなと思います。私のジャンクジャーナルとかね、ちょっとここでごちゃごちゃやろうかなと思います。で、こちらのシャルトルちゃんじゃないや間違えた、シャルトルちゃんが今日やろうと思ってたからもう間違えちゃった。アージェントちゃんまだここに帰ってきてないですけどね、イエティちゃんは目玉ついてます。色はねこんな感じ。そんな毎回見せても色の変化って分かんないと思うけどね、今日もこうやって触っていきます。どういう感じで見せていくと変化わかるかな。1週間に1回とかがやっぱりだいぶ変わったなってなるかしら。ちゃんと使っております。これガチガチのプライベート手帳。でこの間言ってたほっぺたのほっぺたの噛んじゃったやつは無事良くなったので、滑舌は治ってきまして、なんでそんなとこ噛んだんだろうって思い返したらくしゃみだったんですよね。今もくしゃみしましたけど、多分寒暖差のアレルギーでくしゃみがすごく最近多くってほっぺたのお肉がもともと厚いんですよ私で。噛みしめ癖とかあるから、いつもこう歯型がねほっぺたの内側についてるタイプなんですけど、それでくしゃみした時に厚いほっぺたが歯と歯の間に入り込んで拍手ンってした時にガジッって噛んじゃったのを思い出して、ほんと 2,3 日前ですね。その痛いって言ってた前の日です。くしゃって言った時に、私腰痛持ってるからいつもくしゃみをすると腰が痛くて何かにこう手をついてくしゃみしないといけない状態なんですけど、くしゃ痛い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 っていうところまでがワンセットだったんですけど、最近は座ってることが多いから腰よりもそのほっぺた噛むことが多いからくしゅんってなるのがほっぺたっていう、ね、そんな感じです。で、そうペンこれはイオンで1,000円、本当は1,000円するんだよね。サラサグランドが発注間違えたのかめちゃくちゃ多く入って半額じゃない300円だった時があって、色も全色あったんですけど、その時に黄色を買ってあったのを刺してます。中身はサラサの 0.3 を今入れてるんですけど、サラサナの 0.38 っていうのがすごく書きやすいっていう意見を見て注文しました。サラサナの 0.38、 0.3 と 0.38 の違いもありそうだけどね。で、まずね、いつも出てこないこのシャルトルちゃんね。私はこの中に一言こう筆ペンの練習も兼ねて一言書いてるんですけど、あとなんかそれに付随する何か書くことがあったらここに鉛筆で書いてるんですけど、メインはこっち筆文字です。でデコレーション、これはこういうなんていうんだろう、ファッション誌、ファッションの雑誌の数ページをデコ素材としてお裾分けいただいたのをきっかけで、この方の絵がすごい好きになって、その本ムック本っていうのかな、買ったりしてるんですけど、ちょうどこの大きさにいいサイズなので、ちょっとここは変わってますけどね、もうこのパターンでいこうかなって思ってます。いいよね、この人の絵すごい好きで、今日はその変な夢見たから心を落ち着けるためによいしょ一言書いていこうかなと思うんですけど、まだねもらったこの素材と、どうしよう、そういう感じの素材があるんだけど、私がね今日書きたいことめちゃくちゃおしゃれやね。書きたいことに合ってるページがあるかな。なんかこれかな、なんか落ち着く感じがいいね。
で今日ね納品しなきゃいけないものを納品したらはいおかわりみたいな感じでまた来て明日までみたいな、相変わらずですなと思いながらねかっこいい、かわいい、なんか夢でこうぐわーってメンタルやられてるからこれがいいな。なんかね部屋の中も片付けないとね。よいしょ。だいたい似た感じにはなるんですけどね、こうバッグのやつを貼って人間の絵を貼ってみたいな、それがベースになってきちゃうんだけどまあいいんじゃない、別にあんなデコこんなデコってごちゃごちゃするのも可愛いけどさ、こういう一つに似た感じになってる手帳もねいいんじゃないかなと思います。突然ここで煽るっていう構成のね、構成でよくやるんですけど、どこまでこれ入るかなと思って、このコンセントの先を入れたい、でもこっちも先まで入れたいから入るかなと思ってやってます。もうちょっとギリギリでもいいかもしれない。ほぼ日のアプリが今日出ましたよね。ダウンロード予約みたいな感じでやってたんですけど、全然音沙汰なくて、全然ねいつダウンロードできるとかも意識してなかったんですよ。そこまでねみんな良さそう良さそうって言ってたけど、私はそこまで詳しく見てなかったし、まあ使う気になったらと思って気にしてなかったんですけど、今日ねリリースが流れてきてダウンロード開始みたいなで、今日なんだと思って見てみたら全然音沙汰なくて、ってアプリストアね見に行ったら1回ダウンロードして削除したマークっていうのがね iPhone の場合はあるんですけど、雲のマークかな、クラウドにはあるよみたいな、そのマークがあってですね、おと思ってもう一回ダウンロードしてみたらできたのでダウンロードして使ってみてますが、確かに面白そう。今日まだ1日目だけどね、確かに面白そう。どうしようかな、ここに文字書きたいからね。違うね、こっちに人貼るからここに文字書くことになるんだね。じゃあ別にテープいらないか。明日納品の仕事は今夫がねせかせかやってくれていて、私はそれを納品のために転記するっていう役割なので、今のうちに手帳タイムを楽しんでおきましょう。また朝までかかるかもしれないね。でもちゃんと寝不足でも朝起きよう。昼寝できない環境じゃないしね。この人ね字がすごい可愛いんだよね字がすごく可愛いで、そうX でつぶやいたけど、スニーカーの使い方間違ってねみたいな、基本的に私スニーカーって予定管理にしたくて買ってるじゃないですか。手帳会議の動画でも言ってると思うんですけど、予定管理としてスニーカー買いましたみたいな。でも今1週間まとめてスニーカーをその日の夜書いて、それを1週間分まとめて動画にするっていうのをやってるじゃないですか、アフレコで。結構それね好きですって言ってくださる方が意外と多くってびっくりしてるんですけど、ありがとうございます。で好きですって言ってくれるから続けたいんですけど、私スニーカー予定管理に使いたくて買ったんだよなと思って。で今のやり方だとね夜まとめて書くっていう撮影を控えてるから、昼間になんか予定が入って書きたいって思っても書けないんですよねなんか私の思ってたのと違うぞと思って、ちょっとスニーカーの1週間動画はアフレコっていうよりも、普通に予定管理毎日使って1週間で埋まるじゃないですか。でそれを振り返り解説をしてワイワイしようかなって思いますだから文字を書くっていう動画はあんまりそこでは見れなくなるんだけど、来年になったらねスープルちゃんで文字を書く動画とかどうだろうな、文字を書くシーンはどこでも見れるかな感じで
スニーカーの1週間まとめっていうのはねやめようかなと思います。その写真ではねインスタと X に上がるんですけど、動画では書いてるシーンっていうのはねちょっと私のやりたい使い方でスニーカーを使うにしてはできなかった。3回ぐらい3週間ぐらいやったけど、あれなんか違うなと思ってちょっと考え直します。で今ピンポン来たのは仕事で超多忙になった夫が今日ごめんウーバーでウーバー来たので食べてきます。いやいやすき家は食べてきたんですけど、そっからねジャンクジャーナルじゃないシャルトルちゃんの続きを撮ってたんですけど、ご飯食べるのに一回ねカメラの電源を落として、そしたらマイクの電源も落ちるんですけど、結構1時間ぐらい離れてたからそっからスタートしてもカメラじゃないマイクの電源だけを振ったまま20分ぐらい喋ってました。でこれ終わってますこれねさっき途中だったやつ、ここに書いた動画は回ってたんだけど声が20分も入ってなかったので、そこだけアフレコするのも何喋ったか覚えてないししんどいので撮り直します私は私を守るって書きました。ここに鉛筆で書き足してますが、人生一度相手のおもちゃになっているほど暇じゃないって書いてます。なんか寝起きからだいぶ時間が経ったので声に元気が戻ってきたでしょ。でそうそう、この紙とこの紙だけ貼ってたんですけど、なんか英語の文字が欲しいなってなって、こことここにダイソーさんの光ってるね、これとここにダイソーさんのジャーナルデコステッカーの文字のやつを貼りました。でちょっとこんなポップな書体じゃない方がかっこいいなとか、デコ初心者が生意気なこと言いながら選んだやつでここの電源コードを残したいからこれをどこに置こうかなみたいな生意気なこと言いながら書いたんですけど、私は私を守るね。特に体でも痛い苦しいっていうのは自分で言わないとお医者さんもわからないから言わなきゃいけないよなっていう話をしてました。特にメンタルな面では近くにいる人も気づかないことが多いから、痛いの苦しいのっていうのは見てわかることもあるじゃないですか。だけど心がね苦しいとかしんどいっていうのは言わなきゃわかんないんですよ。でも言えないから苦しいんだろうけどね、私の話ですけど言いにくいよね。私しんどいんですって言いにくい人が苦しむ世の中なんだけど、言ってみるとね、特にお医者さんにはね、精神科とかのお医者さんには言ってみると本当にスッて楽になったりします。意外と自分の近くにいる人でもただ話しただけで聞いてもらっただけで楽になることもあるし、ちょっとそれだけでは楽にならないっていうこともあって、そういう場合はお医者さんに聞いてもらうんだけど、今ねさっき冒頭で夢の話をしたかなと思うんですけど、これはうちの夫に言ってすっきりするというか気が済むだろうなと思ったから、ブワーってご飯食べながらブワーって言ってきました。夫の浮気の話だけじゃないけどいろいろあったけど、でシャルトルちゃん書いたよって話、マイク入ってなかったのマジでショックで今はねこのジャンクジャーナル2冊目に行きましたよっていう話をしてて、北海道の食べ物のパッケージめちゃくちゃ美味しいんですよこれって言いながら見てました。未だにカレーの匂いがしますねすごいね、香り付きのジャンクジャーナルで、
この新しいページに最近溜まってたゴミたちを貼っていこうって言ってたんですけど、その途中でちょっとねおトイレに行ってきたんですけど、そしたらマイクが入ってないことに気づいた、そんな流れ。これどうしよう、ここ半分で終わっちゃうね。たまには耳だけとかも面白いかな。シールとか貼るとちょっと紙面が活気づくんだけど、これはM5 のレフィルをデザインペーパーから2枚取れるんですね。1枚から2枚取れるんですけど、私は健康管理をデザインペーパーで作ったリフィルにやっているので、2枚ずつ取って、余り紙がねちょうど日めくりカレンダーぐらいのサイズにこう取れるんですよ。それでどうしようかなと思って取ってあったやつ、ちょっと北海道高温茶なんで夏っぽいのを出したのかな。ちょっとこういうのがあるだけでさ、ほら隙間埋めになるというか、これハラサルかな。これでそんなにペラペラめくらないから大丈夫かな。あ、折れた。マステシール、マステ、なんか随分綺麗に切れるマステですなもっとビリっていってほしかったんだけど、あ、これ貼ってなかった14でしょ。これ14ぐらいにしとこうか。今日夫がコンビニに行ったんですね。セブンイレブンに行ったんですよ。ちょっと私のポストに用事があって行くなら出してきてみたいな感じで言ってもらったんですけど、なんか他にいるって言われて、じゃあカフェオレを頼んだんですね。で、いつもカフェオレ買ってきてくれる感じで頼んだんですけどなんか帰ってきて、ちょっと最悪なんだけどって帰ってきて、そういうのになんか当たりがいいというのか変な感じに、当たる我が家なので、また何かあったのかなと思ってどうしたのって言ったら、買い物袋をお願いしますって言って、まず店員さんの態度が最悪だったそうなんですよ。で、袋はって言われて、袋いりますかとかでもないく、袋はって言われて、じゃあくださいってもらったそうなんですけど、ありがとうございましたとかも言われずね。で、カフェオレの L くださいって言ってカップもらうじゃないですか。で、カップもらって、そしたらその時点でね、ピッてボタン押すやつのカフェオレね。だからメンテナンスの時間とかあるでしょ。で、ちょうどそのメンテナンスの業者が入ってたらしくて、その業者の方が今販売できないですよってその店員さんに言ったらしいんですけど、掃除してたから、その店員さんはなんかうっすみたいなうっすみたいな感じのリアクションをして、カップを普通にお金取ってね、カップを渡してきたそうなんですよ。その証拠がこれですカップからの綺麗なカップ2つで、って思いながらも、そのね業者の方が「いや今売れないですよ」って言ってるのにお金取られてカップ渡された夫で、今買えないんですかって聞いたら、そうですね、1時間ぐらい待っていただいてって言われたらしいですいや、時間ない中行ってるのに1時間店内で待てとかって思いません？やばくないですかそれ。苦情もんですよね。めっちゃ、また私セブンイレブンに今度初めてだけど、今度セブンイレブンの本社にメールしなきゃいけないかなって思った普通売っちゃいけないんですよ、メンテナンス中って。だからよくメンテナンス中ですって書いた紙貼ってたりしますけど、ちょうど人がいたらしいんですね。で、メンテナンス中は売っちゃいけないはずなんですけど、一回ね私もそういうメンテナンス中に買ったことがあって、それはね
5分10分ぐらいだったんですけど、なんかその人が売っちゃってからって気づいたみたいな感じで、それは簡単な店員さんがメンテナンスというか掃除というかする感じだったんで、もうしてた感じだったんで、なんで売っちゃったのみたいな表情をしながら掃除をしてる店員さんがいたんですけど、でその人とその時の掃除をしてた店員さんは私には何も言わず、少々お待ちくださいとも言ってもらえず、黙々と掃除をして、私は10分ぐらい待ってたっていう話をしたかな、わかんない、忘れちゃったけどあったんですよ、そういうことが。それも別の店舗だけどセブンイレブンね今回もセブンイレブンでそういうことがありまして、ちょっとさすがに1時間待っていただいてはありえなくないですか。例えば想像しやすい感じで言うと、昼休み、会社の昼休みにセブン行って、じゃあ街カフェっていうんだっけ、セブンカフェのカフェオレ買って一息つこうって言って買いに行ったら、1時間待っていただいてって言ったら休憩終わるやろみたいな。私だったら絶対ちょっと1時間待てないんでって言って返金してもらうはずなんですけど、多分ねペイペイでしょ。返金めっちゃめんどくさいんですよね。いやでも私はやってもらうかな、意地悪だから私意地悪だから、意地悪っていうかそれ普通の対応だからな。そういうのをめんどくさがっちゃうんですよね、うちの夫は。だからお金を払って空の綺麗なカップだけ買ってきたみたいな。なんで返金とかしてもらわなかったのって言ったら、後ろに人も並んでたしとか言うんですよ。いやそこはさ、人並んでたのはさ、私たちが気にすることではないんですよ。そこは店員さんが後ろにいる人を一人呼んで、ちょっと対応お願いしますって言ったりするべきなのね。コンビニは経験ないけど接客の経験があるとすっごく気になりますよね、そういうの。でも注文してたお菓子買ってきてくれたからいいか。一つはパッケージで選んだよって言ってたよ。これに貼ってるのを知ってるから。このジャンクジャーナルは夫がすごくね楽しみにしてる楽しみにしてるんですよ。見てて楽しいんだって。ここだけじゃダメか。ちょっと糊っていうかテープ。この大きいペットボトルのビニール難しいな。なかなか伸びないね。今日の夕飯タイムはなかなかの愚痴大会でしたね。そういう話を一緒にできる夕飯タイムだから助かったけど、モコモコしてるけど慣れるかな。で最後スタバを貼ろう。ちょっと余ったゴミ。最後スタバっていうかつゆだくのつゆだくのシールだけ貼るのもあれなんで、ここに貼っとこう。スタバの前にこっちかな。これかっこいいね。すごいね。いや今までウーバーですき家いっぱい頼んでるからこの袋は見たことあるんだけど、こうやって貼るって考えたらさ、めちゃくちゃかっこいいですよね。ちょっとペラペラだけどどこ残そう。すき家トゥーゴーこの半分で切れる。それもいいか。ダメだな、今日は気分が乗ってないですよね。すいません楽しい話題を提供できなくてすいません。話題的には楽しかったでしょ。いやそんなことあるみたいなコーヒーカフェオレの話題とか、ちょっといつもに増してテンションがあれでごめんなさいね。もう昼寝明けの夢明けの最悪なスタートだったからさ。いやでもあれかな、なんだ一人で納得して、私も
大人になったなって思います。日々のこのね、人間関係、会社の人はみんな私が合わせていけばいいんだって思ったりして、そうさっきでもね、精神科とかの先生だったらちゃんと話聞いて理解してくれますよって言ったけど、私の先生はね、私が20歳21ぐらいかの時から通ってる先生だけど、その分高齢になってきてるでしょ。もうすぐ閉院しちゃうんだけど、高齢になってきてるせいだと思うんですけど、なんか真剣に聞いてくれないんだよな今ずっとね出してもらってる薬とかあるじゃないですか。でじゃあいつもの出しておきますねってなるんですけど、その薬私はどういう症状で出してもらってるか覚えてますかってたまに思う。いや、ないと困るんですよ。ないと困るんだけど、その症状について最近どうですかとかもないから、私今の症状でも飲んでていいんですよねってたまに思いますが、こっちにこれはこれだけでかっこいいか。10月15日めちゃくちゃお菓子と外食のゴミが腹さってますけど、日付が分かんなくなっちゃうね。これなんか偶然置いてあるけどめちゃくちゃ合うじゃん。これはね、初めてスタバで食べ物買いました。ドライブスルーだったんですけど、ご一緒にこれもいかがですかみたいな、お腹空いてたから、じゃあそれもって言って、こちらレンジで温めると一層ふわっとなって美味しいですが温めますかって言われて、じゃあお願いしますいいなりこれとスタバのカップについてるシール2枚と、これですね、ジャンクジャーナルやるとテープのりめっちゃ減るからね、安い時に買っといた買っといた方がいいですよ。破れた爪で破れてしまった繊細なスタバ。これね、すごい合うなって今思った。目隠れちゃう。目どうこれ。目。いや、スタバで釧路でスタバが飲める日が来るとはね。これ本当は昨日だけどね、日付がもう適当。このノートもあっという間に半分ですね。このぐらいのちっちゃくて薄いノートがいいな。使い切ったぞーっていう気持ちになれる。さっきノートじゃない、マイクオフになってたから言えてなかったっけ。ご飯食べる前に言ったと思うけど、ご飯食べる前に言ったから入ってると思うけど、スニーカー動画のやり方変えますって話、ちょっと重複してたらすいませんけど、スニーカーを予定管理で使えるために買ったのに、夜まとめて書いてたら意味ないじゃんってなったので、アフレコじゃなくて普通に読み上げて1週間振り返り動画にしようかなって言ってました、さっきね。でなんかメモページに書くことがあったらその時にね書けるんだけど、できた。すごく溜まってたジャンクジャーナルがこの手帳タイムのおかげで片付きました。はい、よかったよかった。よし、じゃあ今日はここまでにしようかな。今日書いた手帳をゴムバーン、うちのゴムバーンちゃんはいいか見せただけだからね。はい、ということで今回は最初に説明したように時間がちょっとねズレズレになってしまって、デイリーとかはもう書いてしまったのでということで、いつも出していない手帳たちを手帳タイムで書きながら作りながら
面白い話など滑らないんじゃないこれ結構滑らないセブンカフェの話などしました。そのうちあずましい2人でも本人から聞けるんじゃないそんな動画になりました。どうですか皆さん、手帳タイムはかどりましたか？こんな変な話聞きながら。ということでここまで見ていただいてありがとうございました。最初ねテンション低すぎてびっくりしたかと思うんですけど、寝起きじゃないや夢見の悪さが原因ですのでお気になさらず付き合っていただいて、テンション低ってカチッて止めないでいただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。今日もありがとうございました。